皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。海産物は日本人にとって不可欠な食材です。特にエビ、カニはうまいものの代名詞となっています。今回は日本人にもよく知られた中国から輸入される水産物についてのためになる話をします。上海ガニは食べたことがない人であっても高級なうまいカニということを聞いたことがあると思います。旬となる秋が近づくとマスコミが出荷の始まりを報道します。産地はどこかと問えば多くの人は上海と答えるでしょう。しかしそうではありません。その一大産地は上海の西にある蘇州市の陽澄湖です。このカニは湖水の吊るされたカゴの中で養殖されています。陽澄湖のカニの多くは中国国内で消費されますが、一部は東南アジア、日本などにも輸出されています。出荷は次の年の初め頃まで続きます。2023年9月に NHK のニュースサイト NHK ニューズウェブは上海ガニの代表的な産地でその出荷が始まったことを報道しました。中国政府が東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出を繰り返し批判する中で、中国国民の間では中国海産物についても消費を控える動きが出ており、上海ガニもまた放射能汚染に対する安全性が問題視されているというものでした。別の汚染源の問題なのですが、私は以前からこのカニを食することに懸念を抱いています。中国では多くの湖で水の不溶化が進み、卵巣類の青子が大量に発生しています。これは光合成により体内に酸素をためて浮き、湖面を緑色に染めるため、緑藻類であるクロレラと間違えられることが多いのですが、青子はクロレラと異なり、とても危険な生物です。中国には水の流出河川のない内陸湖が多くあります。大発生の原因は工業排水や生活排水の流入により湖水に長年にわたって蓄積して高濃度化した窒素、リンなどの物質です。周辺が水郷地域である陽澄湖もまた内陸湖です。その西には琵琶湖の約4倍の大きさでミジンコのような形の太湖があります。私は1997年から数回にわたり太湖水の汚染に関する調査のため無釈市を訪れました。太湖の北部では魚の養殖が盛んで、食べ残された餌が不溶化を促進しています。青子はジェオスミン2メチルイソボルネオールと呼ばれるカビ臭物質を生成します。太湖の青子の量は半端でないため、周辺の水道水は1年を通して強烈なカビ臭がします。カビ臭発生はこの地域だけでなく中国全土の問題ですね。山東省の省都ジーナンの東に新しく作られた町での会議へ出席した時も、ホテルの水道水からカビ臭が漂っていました。私は1997年の最初の無釈市訪問の際、ある研究機関の寮に宿泊しました。1997年当時、中国はまだ建設ラッシュの前で古い建物だらけでした。宿泊した寮も同様でした。真夏だったので部屋に入って早々に汗を流そうとして風呂の蛇口をひねりました。長く使っていなかったせいか、鉄サビを含む赤色のお湯が勢いよく流れ出てきました。
日本人の常識ですぐにきれいになるだろうと思い、水をしばらく流しっぱなしにしていました。しかし、数十分経っても変化がありませんでした。中国では排水管に鉄管が使われていることを思い出し、諦めて赤いお湯に浸かりました。水道水の問題はこれだけではありませんでした。体を拭いて浴室を出ると、部屋中に強いカビ臭が漂っていました。このカビ臭物質は大きな害はないと言われています。怖いのは、青子が作るもう一つの有機化合物であるミクロシスチンです。これは肝臓がんのプロモーターであることを知っていたので、私はギョッとしました。なぜなら、部屋中に強烈なカビ臭がするのだから、水道水にはミクロシスチンもそれなりの濃度で含まれているに違いないと推測したからです。1997年に私が当時勤めていた大学の研究室をある中国人研究者が訪問しました。この時、私は次のような要請を受けました。太湖周辺では毎年多くの住民が肝臓がんで亡くなっている。35歳くらいの同僚がある日肝臓がんと診断され、その数ヶ月後に亡くなった。だからこの状況に対処できないだろうか。これがきっかけで私は太湖周辺地域への視察に出かけることになりました。近年、養鳥湖でも湖水の不要化が進み、青子の大量発生がカニの生育に影響を与えていると報告されています。ほとんどの人がカビ臭を気にしているようですが、私にはミクロシスチンの方が気になりますね。この物質を含む湖水で上海ガニを生産しているのですから、カニは少なからずミクロシスチンを含むと推測されます。2回目の太湖の視察の際、上海の空港まで中国人研究者が公用車で迎えに来てくれました。私はこれに乗り、高速を飛ばして無錫市へ向かいました。途中、彼は昼食を取ろうと高速道路内のパーキングに車を止めました。レストランは多くの人で混み合っていました。それもそのはずです。このレストランは養鳥湖のそばにあり、毎年多くの人が水揚げされたばかりの新鮮なカニを食べるためにこのレストランに来るとのことでした。また、太湖湖畔のレストランで昼食をとることもありました。入り口近くの建物内に置かれた水槽には見たことのない種類の魚が泳いでいました。別のレストランではエプロンと手袋を身につけ、真っ赤なスープに浸されたエビを食べました。あまりに美味しかったので、このエビはどういう種類だと尋ねたところ、知らないのか、これは日本から持ってきて中国で養殖したものだと答えが返ってきました。そこで私はエビの姿を凝視し、ひらめきました。日本のドブ川などでよく見るザリガニだ。すると急に食欲が失せてしまいました。中国でこのような水生生物の食事が勧められたとき、私はいつでも覚悟して口に入れざるを得ませんでした。ここまでの話で皆さんは私が何を伝えようとしているかお分かりですね。上海ガニ、実は上海産ではなく、内陸にある養鳥湖産なのです。もっとも、上海が産地であっても、現在の中国の水汚染状況を考えると、大きな違いはないように思います。私は科学的知識に基づき、自分で適当に判断して身を守ることにしています。ミクロシスチンは熱安定性が高く、少々熱を加えても分解しないようです。
上海ガニを食べることが危険かどうかを私には断定することができませんが、その後私は上海ガニを一切口にしていません。本動画の目的はあくまで一つの情報提供です。これを食べるか食べないかの判断は皆さんで行ってください。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。チャンネル登録をお願いします。また、多くの人に視聴していただくため、できればいいねボタンを押してください。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。